えのきのフリーな写真がないので、スーパーで撮らせてもらいました。買いました？いえ、ひき肉を買いました。というか、米国疾病予防センターにパブリックドメインのえのきがありました。米国で韓国産えのきを食べた後食中毒にかかる事例が多発しています。米国メディアは問題の製品でこれまでに4人が死亡したと伝えています。米国食品医薬局 FDA によると、2016年11月からこれまでに、17の州で30人から32人がキノコを食べて食中毒にかかり、入院したということです。米国疾病予防センター CDC でさらに詳しく報告されています。件数36件、17の州、入院30人、死亡4人、そして該当の商品はリコールされています。妊婦関連の6例の報告があり、そのうち2例で胎児を失ったと報告されています。CDC によると韓国産の表示があるサンホンフーズのえのき茸で発生の可能性が高いそうです。この商品を食べたり販売したり人に提供しないように注意が喚起されています。冷蔵庫にないか確認し、購入場所に戻すか廃棄するようにとのことです。キノコと接触した可能性のある食品や容器は洗浄消毒し、冷蔵庫の掃除まで指示されています。妊婦や65歳以上の高齢者、がんや透析を受けているなど免疫が低下している人は、韓国産と書かれたえのきを食べないようにとしています。外食するときも店やレストランに確認してくださいとしています。わからない場合は注文や購入をやめるように呼びかけています。韓国産のえのきはリステリア菌で汚染されているということです。症状としては胃の痛み、発熱や筋肉痛、頭痛、首のこわばり、錯乱、平衡感覚消失、痙攣などということです。症状は食してから1週間から4週間後に始まるとされています。治療には抗生物質を使うとのことです。韓国食品医薬品安全所では、韓国ではえのきは洗浄、加熱など調理して摂取するが、米国はそのままサラダとして食べるなど食文化が異なるため食中毒が発生したと推定される、としています。また、リステリア菌は70度以上で3分から10分加熱すると死滅するため、購入時は加熱調理するよう呼びかけています。編集所感。米国人はえのきをミニホワイトマッシュルームだとでも思っているのでしょうか。生で食べるとはね。私もさすがに国産のキノコであっても生で食べる気はしません。福岡県にある宝珠山キノコ生産組合の方、いわゆるプロの方が、キノコを生で食べてみた。真似しないでください。で新鮮なものを食べたところアレルギーに似た症状が出たとのことです。ここでは椎茸と平茸についてしか触れられていませんので、実際国産の新鮮なえのきを生で食べるとどうなるかはわかりませんが、基本的にはダメということです。このサイトのキノコ博士の話では、流通に出ている時点ですでに新鮮ではないとのことなので、米国人たちは低温で空輸されているにしても危険なものを食べていたということになります。また、気になる点を発見しまして、韓国食品医薬品安全所によると、韓国から米国へのえのきの輸出で、2019年3月と7月の2度ほど農薬残留で通関を拒否されています。一般的にキノコは無農薬で作るものと思っていたので、農薬を使ったえのきを輸出していると聞いて驚きました。念のため長野県安曇野市のえのき製造メーカーであるえのき坊やさんに尋ねてみたところ、えのきの製造に農薬は一切使わないということです。韓国の栽培農家が何のためにえのきに農薬を使っているのか、もしくは近くで別の産品に農薬を使っていてその影響を受けたのかわかりませんが、やはり海外の生鮮食品には一抹の不安を覚えます。日本の商社などが生産指導や管理をしていればほんの少しはマシかなとは思いますけど、よく中国産の椎茸が安い値段で並んでいますが、全く買う気が起きませんね。飲食店などでは安いからと使っているんでしょうね。コロナウイルスの騒動でむき玉ねぎが入ってこなくてラーメン屋が困っているという話を耳にしましたし。さて、日本産のえのき茸が米国にどのくらい輸出されているのかと調べてみましたが、生鮮キノコの特定の品種の輸出量はわかりませんでした。椎茸、松茸、キクラゲを除く生鮮キノコ全体で、令和元年実績が 3.9 トン、346万8000円だそうです。少ないし曖昧すぎますね。オンラインショップでもいくつか見かけましたが、韓国産が多く、日本語のラベルがついていても日本産かどうかはわからないです。もし日本産のえのきが米国で販売されているのであれば、米国の方にはそちらを選んでいただきたいものです。
回まだ話すことありますか？ありますよ。失礼な。えのきたけ、すなわちえのきマッシュルームの名前で世界中には知られているわけなのですが、韓国の他に中国やタイもドライ製品を中心に輸出しているようです。各国語で名前がついているのですが、世界的にはえのきとして知られているようで、パッケージにひらがなでえのきと書かれたりしているわけです。有名なのに日本産はあまりないんですね。オンラインで調べた限りではなので、実際には売っているのかもしれません。ただ、韓国はキノコの輸出に力を入れているようですね。日本では全く見たことがないと思いますけど。昔から安い松茸といえば北朝鮮産とか中国産でしたけど、きっと韓国産もあるんじゃないかと思います。加工品などはいくつかあるようですが、これもなかなか目にしないですね。普通のスーパーには置いてないと思います。林野庁の職員曰く、キノコの輸入量はフランスに次いで韓国が2番目だと話していました。ちょっと私が調べた限りでは確認できないですね。どうやって調べてるんですか？財務省の貿易統計です。なんだか昭和の香りすらする古いシステムです。反応も遅いし。お役所感たっぷりですね。スマートフォンには対応してますか？してるわけないでしょ。ひたすら文字が小さくなりますよ。それで韓国食品医薬品安全所は生食のせいじゃないかと疑っているんですけれども。米国では本当に生で食べられているんですかね？ちょっと調べたら料理番組で生で食べているシーンがありました。ああ、本当だ。生で食べていますね。ちょっと古い番組のようですけど。いくつかのサイトでも生でも食べられるという記載がありますね。どうやらビーガンに人気の食材のようですね。これって生産者か輸入業者が加熱用ですとか生食はできませんって表示すれば解決する話じゃないんでしょうか？双方の努力不足ですね。これから検討されるかもしれませんね。でも実際に70度で3分も炒めないことがほとんどですけど、最後に入れて少し火を通すとすぐにしなっとなるじゃないですか。それで食べてますけどね。そうなんです。そもそもリステリア菌がついていることが問題なんですよ。CDC もそれを指摘していますね。なぜならばえのきを加熱したとしても、触れたりして他の食材に菌が移る可能性があるからです。加熱非加熱だけの問題ではなく、韓国側の指摘は全て当てはまるというわけではありませんね。この菌は低温に強いそうなので空輸の際にも死滅しないようです。菌自体は出荷前にある程度の量が付着しているんでしょうね。韓国では問題にならないんですかね？生の葉っぱなどと一緒に扱わないからか他の食材に付着することがないんでしょうね。あとは生のまま食べないようですから。それにしても流産なんてひどいですね。私が米国人なら訴訟を起こしてめちゃくちゃ高額を踏んだくりたいです。ええ。健康のために選んだ食材で子供を失うなんてあまりにも残念です。米国としてももっと早く突き止めて食い止めるべきでしたね。